皆さんこんにちは。先週から体調が優れず、いつも行っているような分析ができていないため、あまりクオリティを高めて動画を作れていないんですけれども、直近の相場の混乱、FOMC 後のマーケットの動き、あるいは9月末にかけた相場の動きについて、本当に雑談ベースで日経平均の入れ替えも含めてお話ししたいと思います。また日経平均に含まれる銘柄の中で一つだけやばい状況に置かれている銘柄がありますので、どんな風にやばいか簡単にご紹介したいと思います。よろしければ今回も最後までお付き合いください。まずはアメリカ株が非常に難聴な推移ということで短期的な相場の話をしたいんですけれども S&P500 の推移については9月後半に入って大幅に下落している 5% 以上下がっているところですね。もともと9月後半というのは例年相場が落ち込みやすい時期ではありますがご覧いただいているように水準としては6月以来その間大きな動きがあったところではテクニカルのシグナルというのがたびたびいくつか出てはいるんですけれども9月後半の大幅な下落では特段シグナルが見られていないだらだらと下がっていっている印象です。ただ久々に下がり幅が大きくて目立ちませんが今週の週明け月曜日は引きにかけて株価がじりじりと回復する展開。この下落基調の中では唯一陽線をつけているところですね。こんな風に小休止を含みながら下がっている。それははっきり言いますと株式市場が主役メインの動きになっていないからです。当然皆さんもご存知の通り今主役となっているのはアメリカの金利水準、そしてこれまで短期債の利回りに重きを置いていましたが、高金利の水準が先々数年間にわたって長く続くんではないか。それを表している長期債のところまで金利上昇が足元再び大きな動きを見せている。この長期債の金利の動きが株式相場にも影響しているという形ですね。ただ、長期債の金利水準というのがどんどん上がっていくと、例えばアメリカの10年債利回りは 4.5% を超える水準。皆さん株の話ですけれども、高配当利回りの株式を物色するときに 4.5% を超える配当利回りの銘柄があったら、これはおそらく多くの方が高配当銘柄だと言うんではないでしょうか。それを米国債で買えるとなると、それは株式市場よりも債券に投資妙味が出てくる。とはいえ、こちらは名目金利ですので、実質金利に直すと幾分低くはなりますけれども、どこかで10年債利回りの高さに魅力を感じて資金が流入してくるタイミングが来る。それがすなわち資金がたくさん入って債券が買われ出すと債券利回りは下がりますので、そのポイントがどこか。ご覧いただいているグラフはボリンジャーバンドですけれども、2シグマのところで張り付いている状況、少し離れ始めましたね。この半年間を見ても、ここのボリンジャーバンドの上限というところが上がり始めるところというのが利回り一服の転換点。短期的にはグレーのライン、移動平均の方向に向かってくるかというのが10年債利回りの上昇一服、債券相場の落ち着き、ひいては株式市場への下落の歯止めというのをもたらすんではないかと見られています。さらにはビックス指数というのが20近くまで上がったと話題になっていますけれども、ビックス指数にも先物をはじめとするオプション取引がありまして、満期が1日9日、1ヶ月3ヶ月とそれぞれ長くなっていくんですけれども、例えば9月の上旬の時にはそれぞれのプライスというのが非常に乖離していた。これはすなわち売りのポジションを持っているだけでキャリーが手に入るわけです。どういう意味かと言いますと、例えば売りのポジションを持っている最もプライスの安い紫のラインで満期1日の売りポジションですけれども、この売りのポジションをロールする場合というのは、これを買い戻してより期間の長い、例えば9日の白のライン、こちらの満期に売りのポジションを変えていく、ロールしていくわけですね。そうすると安いものを買い戻して高いものを新規で売りつけるという投資行動になりますので、ずっとこの売りポジションを構築していくだけで、この期間構造の差から利益が出ると。昔日本にも確か2049の証券コードで、ビックスの売りという野村証券が出していた ETN があったかと思いますが、ロジックはそれと同じですね。それが今9月の下旬足元のところになると直近のビックスが上昇してしまって期間の短い長いに関わらず同じようなプライスになってしまっている、あるいは逆転しているところもあるとなると売り持ちをしているメリットはなくなるわけです。さあ買い戻しをするぞというわけですけれども、さすがにですねキャリーを狙って
売り持ちをしている人が満期の短いものが長いものを超えてくるまで指を加えて待っているわけではないと思いますので、このそれぞれの水準間、期間構造がより縮まってくる、あるいは逆転してくるといったところが一旦ビックスの頭打ちになってくる水準かと考えられます。もちろん今のお話は一つの側面であって、もうそんなこと関係なくビックスでヘッジを取る、どんどん買っていくというような危機的な相場環境になり得ることもありますので、あくまで短期的な話として、今急激な動きではなくじりじりと下がっている相場の転換点を見つけるためのご参考に聞いていただければと思います。さて今回の2つ目の雑談ですけれども、日経平均の入れ替えについて、以前今月の頭にも日経平均の入れ替えについて動画をご紹介しましたけれども、その時の候補通り、レーザーテック、メルカリ、ニトリホールディングスと選ばれました。その中でもこちら、日経平均に連動するファンドがどれくらい買ってくるか、そして各銘柄の出来高で割った時に何日分のインパクトになっているかという数値。ニトリホールディングスに関しては分割採用となりましたので、今回は23日分のインパクト、3銘柄の中では最もインパクトが大きいものとなっています。すべて採用すると38日分となりますので、残りの15日分程度のインパクトは来年3月の入れ替えの時に発生します。そしてこのニトリホールディングスの23日分の出来高といいますと、だいたい900万株に当たるんですけれども、9月5日の発表前までの出来高、平均で見てみますと、だいたい20万から40万株。そこから9月の5日、採用が発表されて、一気に206万株まで出来高が上昇した。この段階である程度、日経平均連動のファンドによる需要を見込んで買い進められています。そこから60万株台を推移して、ある程度9月の中旬には若干落ち着きを取り戻しますけれども、9月の27日収録の段階で72万株と再び上がってきました。900万株を集めなければいけないと推計されますので、従前の出来高と発表後の出来高の差分をとっても、まだ3分の1程度は集められてないような計算になってきます。入れ替えの基準日となる9月の29日にかけて、まだ上昇余地が残されているんではないかと予想するわけですね。ただ最近は金融庁が睨みも利かしていますので、各証券会社がこういった指数のイベントによるインパクトがある銘柄というのは、なるべく抑制する動きが出てきています。ですので絶対ではないんですけれども、ここで採用3銘柄と除外の3銘柄それぞれの発表から実施日にかけた価格の推移というのをご覧いただきます。そうすると赤いラインというのが採用の3銘柄、青いラインが除外の3銘柄です。一目ご覧いただいて、赤のライン、採用となる銘柄があまりパフォーマンス、相対的に上がってきていない。一方で青の除外の銘柄というのは発表前が下がっていて、発表後は採用銘柄を上回るパフォーマンスとなっています。先に除外銘柄の話となりますけれども、青のラインについては発表前から予想がついていた、さらに予想通りだったということで、かなり空売りのポジションが構築されています。そして発表後に関しても価格としては底堅く推移していますが、一方で空売りのポジションも発表前より増えているということで、実施日にかけて日経平均連動のファンドからかなりのインパクトが売り需要で出てきますが、逆に空売りの買い戻しというのが支えてくるんではないかという予想です。一方で採用の3銘柄については、インパクトの大きくないレーザーテックあるいはメルカリといったところは、証券会社側も対応がたやすくできますので、そこまで大きな動きにならないかと思いますけれども、一つ前ご覧いただいたニトリホールディングスに関しては、相対的にインパクト大きい銘柄の割に、他の銘柄と同じような推移をたどっているということで、少し上に上がっていく余地があるんではないかと、そういった足元の状況です。そして日経平均の絡みで、本日のテーマ、2つ目にやばい状況の銘柄があると申し上げましたけれども、経過措置適用会社の状況ということで、これは何かと言いますと、東証が出している市場再編問題、プライム、スタンダード、グロースの3市場に変更してしばらく経ちましたけれども、プライム市場、この基準に未だ到達していないけれども、ここに上場したいと考えている企業が182社、そのうち適合していない基準、流通株式時価総額100億円以上、これが足りていないのが141社、流通株式比率 35% 以上、これに未達なのが35社、そして売買代金
流動性ですね。2000万円以上1日で取引されていない銘柄38社となっています。このそれぞれの基準が適合しないとプライム市場に上場できませんよという話ですけれども、上の文章のところに少し書いていますが、経過措置適用期間にプライム市場の基準をすべて満たそうと思ってプライム上場を申請した549社のうち、やっぱり基準満たせないなとなってスタンダード市場を再選択した会社が101社ある。そしてプライム上場をしているけれどもスタンダード市場に変更しますというのを審査なく承認されるのは9月の29日までということで、今月末駆け込みでやっぱりスタンダード市場を選びますという企業が小型株を中心に多くなってくるかと思います。別に区分だけの話なので、プライムであろうとスタンダードであろうと株主からしたらどっちでもいいんですけれども、唯一プライム上場を要件としている指数があります。それが日経平均ですね。日経平均に構成されるためにはプライム上場でなければいけません。そしてプライム市場に上場していながら基準に適合していない182社のうち日経平均に採用されている銘柄は一つだけです。それがこちら Z ホールディングス。5年間の株価推移をご覧いただいていますが、足元が410円となっています。Z ホールディングスが満たしていないのは流通株比率が 35% という基準ですけれども、この基準に適合するために Z ホールディングスが計画として提出した方策、どうやって 35% を満たしてくるかという手段についてですけれども、会社が言うにはですね、証券会社バンクオブアメリカに新株予約権を与えている。その新株予約権の行使価格は731円。株数にして1億300万株の予約権があるため、これを行使させて自社株買いを行い、償却をする。これによって流通株式比率を上げるというふうに目論んでいます。そしてこの新株予約権が付与されたのが2021年の12月となっていて、決議されたのが3日のご覧いただいているチャートで数字が出ているところですね。762.2 円となっています。そしてその1週間後には714円まで下がりますので、このバンクオブアメリカからしたら行使価格731円を上回っている期間というのは付与されてから全くないといった具合に株価が下落しています。これを行使させて流通株比率を上げると言っていますけれども、足元の株価410円でこれを無理やり行使して731円払い込みを行えば1億300万株でトータル約330億円の損失が出てしまいます。外資系バリバリのバンクオブアメリカに330億円の損失を強要してですね、プライム維持ができるのかどうか非常に見ものです。ということで、この問題、バンクオブアメリカと落としどころがつけば、例えば731円で自社株買いを行いますよと。ただそうなると、一般のマーケット、市場で購入した人からすると不公平となりますので、簡単にはできませんが、何か落としどころを見つけて、プライム上場維持ができればいいんですが、もしできなかった場合は日経平均から外れてしまいますので、これまた売り圧力となる。ボラティリティが今後非常に高くなってくるかと予想される銘柄の一つです。9月末を境に10月からは Z ホールディングスという怪しい名前をやめて LY コープ、ロシア風から韓国風の名前に変えてきたのかと一見思いましたけれども、LINE、Yahoo の略だそうです。称号変更に目を惑わされず、今後の展開を注目していきたい銘柄です。ということで今回は短期的な相場、表層的な話題、雑談ベースで3つほどご紹介しましたけれども、体調不良に免じてお許しいただける方は高評価、チャンネル登録していただけますと幸いです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。